はい、押泊港に送迎してもらいました。今25度みたいですね。ちょっと涼しい風が気持ちいい。フェリー乗って礼文島のカフカの方に向かうんですけど、往復で2280円でした。今日もね、押泊の灯台綺麗ですよ。さすが利尻ですね。もう堤防からもう昆布生えてますから、港からもね、利尻富士どっからでも見えますからね、島だったら。フェリーターミナルの前はレンタカー屋さんとカフェと、あとちょっとした食事するとこが2軒ぐらいかな。バスがねほとんどないんですよね。この時刻見てもらうとね、2時間おきに1本。フェリーやっと来ましたね。こちらに乗ってカフカ港のね、礼文島の方向かっていきます。こちらが切符売り場と案内所の方ですね。さあフェリーに乗船していくぜ。もう北海道といってもね、もう半ズボンですよ。暑い。これ乗ってきます。こういう雑魚寝スペースもありますね。俺は酔っ払うんでここで寝ていきたいと思います。飲み物の自販機もある。意外と値段安いね。それとアイスクリーム、これは気持ち悪くなった時に助かるね。一等客室と二等椅子席、トイレ、洗面所と小便が2つと大便ですね。与那国と違ってゲロ吐くようなものはなさそうですね。売店はない。だいたいここから40分ぐらいでカフカ港に到着ですね。さあ出港ですね。これ水がとてつもなく綺麗なんだよね。これが乗船港です。さあ出港ですね。礼文へゴー。いやー、ペシ岬も綺麗ですね。通称ゴリラ岩。昨日登って天気良かったらな。いやー、雄大な景色ですねこれ。やべえっす。あっという間に礼文島の方到着しました。歓迎されてますね。ようこそ礼文島へ。いやー、なんとかね吐かずに到着の方しました。はい、礼文島着きました。目の前商店街になってますね。礼文島着きました。バイク借りてるんでバイクのレンタル屋さんに向かいます。なんで今日礼文島に来てるかっていうと、花が綺麗なね島っていうことで来てみたのもあるし、アザラシがね見える岬とかもあるんで、それを目的に今日は来てます。よし、今の気温が 23.5 度。ちょっと涼しいね。俺半袖短パンだけど大丈夫かな。レンタルバイクは人気なんで結構早めに予約しないとやばいですよね。 125cc の PCX 借りて島内回ってきます。よし、じゃあ安全運転で行くか。はい、早速北のカナリアパークにやってきました。映画の北のカナリアたちの撮影で使われたところみたいですね。与那国でいうとあそこですね。これがロケで使われた小学校みたいですね。入れるんかな。入れそうですね。ちょっと中行ってみます。すいません、この映画全然知らないんですけど、この人たちが出演をしていたみたいですね。
すげえ、こんな投影されるシステムがあるんですね。まあ学校の校舎になってますね。食事するとこと、あとはお土産売り場かなんかですかね。あんまなんもなかったです。よし、じゃあ次は知床駐車場に行くぜ。こんな感じの家の間を抜けるようなね、集落をずーっと道が走ってますね。ここが礼文島最後の道路の場所です。外側はもうこう結構荒々しいね、波に囲まれてるような場所ですね。こっちの奥歩いていけるんですけど、100メートル先は民有地なので侵入はご遠慮くださいと書いてありました。さすがにバイク乗ってると寒いので着替えました。じゃあこれで元町灯台の方ね行きます。バス停も風情あっていいよね。知床バスストップ。何これ、面白いテトラ。こんなん初めて。丸いよこれ。わあ、ちょっと天気良くなってきた。こういう海沿い走ってると気持ちいいよね。何のサインなんですかね、あの黄色いのって。はい、ちょっとバイクの調子悪くて交換してもらいました。1日でこれ1万円ですね。 125cc。 まあまあしますね。これが礼文町の庁舎ですね。なかなか立派なビル建ってますよこれ。港の前にある千鳥さんに昼ご飯ね、混む前に行きたいと思います。ちょっと考えしてください。はい。自分の下に合わせてはい。味わわれたらしてください。やってないとこ見ほぐれないから、はい。食べてる間にどんどんやっていきます。はい。ということでございます。はい。レクチャーを受けました。ホッケのちゃんちゃん焼き定食いただきます。お。私もそのレクチャー受けた。なんか私それこそだからダメだってからおい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 、ノンアル。お客様来たの何社に回答要求です。でも当ててしまった。ちっちゃいなりにさ。いつもどこで買ってる？ほぐれたところ。ちょいけどちゃんとしてるんですよ。シャツとかもさ。いい野菜がないんですよ。もう束がこんなま全部の家で使ってます。保安系がちょっとこれバレてんだろうな。いやー、ロバタ千鳥さん美味しかった。ごちそうさまです。いやー、今のちゃんちゃん焼きね、正直バカうまいです。バカうまいです。骨まで食えます、本当に。なんすかね、あの手法。すごいうまいんだけど。よーし、腹満タンなんで次行きます。来ました。はい、地蔵岩ですね。あれが地蔵岩だそうです。ここも天気良かったらもうとにかく天気だよねこれ。はい、すぐ際は落石が危険なのでこういう網が張ってあるような状態です。こっから先は落石で危ないらしいんで通行止めですね。目の浜ってとこに来ました。砂利の海岸がずーっとこんな感じで
続いてます。はい。じゃんじゃん回っていかないともう間に合わないんでね。回っていくぜ。はい、到着しました。桃大、猫大。ほんとそのまんまの読み方だった。こっちが猫大、桃大なのかな。よし。ちょっと展望台っぽいとこがあるんで行ってきます。昨日に比べたらもう全然緩やかだね。あ、そういうことだったんですね。桃岩と猫岩。あ、これが猫岩。ちょっとここ絶景なんでぐるっと行きますよ。ほら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 、すごいでしょこの緑の感じ。岩についてる。ここもね、なんかすごいんですよ。何があんなあの奥って感じのところ。ぐるーっと行くと、さっき行ってた地蔵岩の方向。うわー、素晴らしい景色ですね。素晴らしい。いやー、ここの景色はマジで素晴らしいですね。絶対に来る価値ありです。気になるんだけど、これ自賠責のシール貼ってないけど、これ大丈夫なのかなこのバイク屋さん。ちゃんと払ってるこれ。大丈夫俺乗っとって。おそらく礼文島の守り神でしょう。厳島神社行ってみます。このしめ縄の下についてるやつ、ボンボンみたいなの珍しいですねこれ。こちらが本堂ですね。海産物の繁殖と繁栄を祈願して祀られた神様です。しっかりお願いしておきました。これで昆布のみならずウニもしっかりたくさん取れるぜ。よし、じゃあそろそろスコトン岬の方で宿ってるんで北の方を目指していくぜ。こんな地味なパチンコ屋あるんすねこれ。家かと思ったけどパチンコ屋これ。やってんのかなこれ。これ最北のパチンコ屋じゃない？よし、俺も夢を見るけ。すごい台数少ないじゃん。お客さんはいませんねここは。さすがにすげえ待合ですねこれ。ちゃんとスロットコーナーもありました。せっかくなんで1000円だけ打って貢献していきます。懐かしのパルサーね、ちょっと打ってみたいと思いますよ。カエルは滑りますね。はい、案の定ね死にましたよ。笑ってやってください。さあ時間もったいないんで次行きます。はい、北海道といえばセコマ。セコマちゃんと礼文島にもありますね。いいですね、走っていきますよ。こんな感じの通りがずーっと続いてます。礼文島から見てください。頭だけ利尻富士見えますよこれ。ほら引きますね。こんな感じで見えてます。すごい。ほら早速ウニを取ってる船がいますね。ウニなのかなあれ。でもなんかメガネみたいなやつで見てる。この辺はウニが取れるんですかね。岩場っぽいからそうかもしれない。はいはいはい。礼文岳の登山口に来ました。ここに止めて上がっていきます。注意事項が書いてありますね。ほう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 。ガレ場が多い。気をつけていかねば。だいたいでも確か500メーターぐらいだった気がしますけどね。かな？ここですね、このコース。4キロですね、山頂まで。よし、今から4キロ。頑張るぜ。登山って初めてだよな、俺そういや。草むらから
ガサガサ音がすると、ヘビかと思っちゃうよね。鳥だった。びっくりした。いや久しぶりっていうか、結構辛いですね。登山って。もうちょっとゆっくり行こう。で、ちょっとこうお願いあるんですけど、たまに人糞が落ちてるんですよね。もうほんと我慢できなくなるのは、あれだけど、しないでくれ。この道沿いに一本道なんだから。まあこんな感じでね、比較的ね、道は一本で歩きやすいんですよ。バッドニュースです。めっちゃ来たと思ったんだけど、あと3キロ。やべえな、これ。取り返しつかねえ。圧倒的なマイナスイオン空間。ちょっと休憩してこう。こういうぬかるみの道がちょいちょい続きます。これどれがあるんだろう。半分近くこんな道じゃないかな。俺みたいな軽装はあかんね、これ。あと70分って書いてある。あとちょいだ。頑張れ俺。えれ。もうすぐ山頂じゃねえの。おお、山頂っぽいとこ来た。これレブンさん、頂上に着いたぜ。よし。こうやってまあ耐えきれなかった人がこうやってしていくのはマナー違反じゃないですか、これ。ぬか喜びでした。どうやらあそこです。あの頂上ですね。やったー。人生初登山。無事成功。490メートルだけど。よーし、俺頑張った。ここは涼しいですね。何度ぐらいだろう。23度。もうちょっと低いかな。20度ぐらい。風がすごい気持ちいい。登山者の気持ちが分かりましたね。これは達成感あります。利尻富士遠いけど、まあぼんやりと見えててよかったです。三角点からの眺め、こんな感じです。達成感あるね。いやあの山肌を歩いて海側の方までね、また帰っていきますけど、こっちがスコトン岬方面です。こっちがスコトン岬かな。こっちがスコトン岬方面ですね。ぐーっとちょっと雲海にあれだな、今日は。いやー、軽い気持ちで始めたのがもうマジでやめれんくなってここまで来ちゃいましたけど、本気じゃないと来るのはやめた方がいいです、マジで。いやー、帰りはもう楽勝ですね。もうこうやってぬかるんでないとかして降りていけば全然いけるんで、もう走っていけますね、こんなの。やりました。帰りは40分ぐらいでゴールできました。最後の方の坂の方がしんどかったです。いやー、息切れしかしてないですけど、もう今からちょっともう疲れたんで、スコトン岬の先っぽにあるスコトンの宿にチェックインしに行きたいと思います。ありがとう。いやー、
登山終わってね、ほんと、人生にちょっと似てるなーなんてちょっと思っちゃいました。山あり谷ありで、本当に達成した時、そして帰り道の楽さ、一旦苦労しとくと楽だよっていうことをね、身をもって体感させてくれました。ありがとう、レブンさん、ありがとう。クシュ湖っていうんですかね、ちょっとわかりませんけど、こういう湖も礼文島にはあるんですね。次はアザラシが見える場所があるそうなんで、そこに行きます。何やら立派な礼文神社っていうのがありますけど、階段きついんで登りません。もう疲れました。日本で2番目の最北端のスコトン岬にやってきました。今日はここの民宿スコトン岬に宿泊です。書いてあります。礼文島の最北端です。なんでもここはね、アザラシが民宿から見えるって言ってたので、ちょっと楽しみです。運がいいと、ああいう岩場のところにいるみたいですね。よし、今日お世話になるここ、スコトン岬、チェックインしていこう。よし、うわー、こんな崖に立ってんだね、これ。チェックインは売店に行けと。チェックインはここの売店でできました。それでは宿に再度向かいます。宿に案内の人がいるならあっちでもいいんじゃないの、チェックインは。今日は海の見えるとこだった気がするけど、名前が朝日。そしてなんと驚いたんですけど、エアコンがありません。そう、ここは開ければ涼しい北海道だからエアコンなどいらないのだ。ここはそして最北限の宿かな、ちょっと定かじゃないけど、景色はこんな感じです。はい、じゃあね、風呂入りに行きます。それから飯じゃ。風呂はこっち。うわ、完全一人用ですね。今風呂入ってきたんですけど、いや違う、風呂じゃない、シャワー浴びてきました。風呂がね、温度調節入れた人がもう全力でお湯入れてくれたんで、もう暑くて入れませんでした。水入れたんだけど追いつかなくて、もうめんどくさくなって諦めましたね。いや宿に飯ありませんから、今からバイク乗って船泊りっていうところまで行ってね、聞いたら焼肉屋さんが1軒あるそうなんで、そこで今日は飯食いたいと思います。スコトンにはね、飲食店は1軒もないので船泊まりっていうところに来たんですけど、それでもここ1軒しかありません。それでは焼肉飲み食いどころ影法師さんにお邪魔したいと思います。しかも私11月の20日の11月的な8月下旬でしょ。よし、ビールはビールでもノンアルビールいただいちゃいましょう。危ねえ、明日から休みじゃん。これ焼き野菜これで500円です。鶏ももこれで600円。安い。鶏からいただきます。今のタリコのショットの下にやったマッコウじゃなくてマッコウなんだっけ。カルビを投入するぜ。こんなこれ見た目ほど脂くどくないんだよね。牛タンちょっと肉厚めですね。
牛タンいただきます。焼肉定食みたいな感じで食べてきましたけどまあ値段の割には美味しいかなと思います。内臓系は本当に安かったと思います。カルビがね特に美味しかったかな、ここはやっぱり。はい、それじゃあこれで宿帰ってきます。もう少しね雲だけが本当もう残念。宿帰ってきました。北海道のエスコンフィールドでオールスターやってるんで、それ見ながらビール飲んできます。明日は朝早くからスコトン岬の朝日を見たりとか、周辺を回ってからまた昨日の利尻島の方に戻っていきます。でその後に千歳空港の方にね、帰るというような感じの流れになってますね。それじゃあもう今日は登山でマジで疲れたんで寝ます。おやすみなさい。はい、礼文島の最北限一番先端ですね。こんな感じなんですけど、一応今まだ日が出るちょっと前の時間帯なんで、それまで待ちたいと思います。先端から見える島はトド島という島ですね。はい、とうとう日の出出ましたよ。はい、いかがだったでしょうか。爆風の中の撮影、本当にちょっとね、目が乾いて仕方なかったですね。もう一寝入りして、7時ぐらいね、またちょっと周辺を散策して、最初に来たカフカのフェリーの方もね、10時前に戻っていきたいと思います。それでは、よろしく今日も。スコトン岬の前景はこんな感じですね。スコトン岬にある最北限の宿をチェックアウトしました。今からまたちょっとバイク乗って移動しますんで、よし、じゃあ出発していきます。こんな感じのね、何にもこう周りないような群生してるような場所をですね、ひたすら走っていく感じですね。はい、今からですね、あそこの多分岬だと思うんですけど、あそこに向かいます。はい、ここが最北限のバス停、スコトンのバス停ですね。宗谷バス最北限のバス停、スコトン。日本最北端か分かりませんけど、スコトン神社ですね。おそらく雪や風が強すぎて、ここの中に祀られてるんでしょうね。絶景、うわー、ここすげえ、うわー、きれい。はい、ここも絶景ですよ。素晴らしいですね。すげえ絶景ですよ、これ。見て。なんも言うことねえよ、これ。うわー、すごい。はい、さっき言ってたね、住む海の岬の前に、トド島展望台っていうところがあったんで、寄ってみました。こっちがスコトン岬方向。こちらが大江戸って言って、カフカの方に戻っていく方向ですね。船泊まりとか。ぐるっとどこを見てもこう草原のような広がり方してて、すごいね、本当に。ゴロタ岬っていうね、ところ、こっち上がれるんですけど、昨日の登山で足が爆発しそうなんで、俺はやめときます。こっからでも十分ね、見ての通り、絶景が広がってます。素晴らしい。そっちなんやね。これ、スカイ岬っていうらしい。はい。
深井岬の方に到着しました。海とっても綺麗ですね、ここは。断崖絶壁。こういう感じです。反対の方に歩いてきます。こちらが飯抜きという、多分トレッキングコースでしか行けないようなところかなと思います。手前はね、バイク止めたところはこういう港の場所です。はい、今度は海側ですね。アザラシかなんかいないかなと思って今日ずーっと見てるんですけど、なかなか見当たりません。今日はそういう気分じゃないみたいですね、アザラシさん。せっかく来たんでね、海ちょっとやっぱ触って温度確かめていきたいと思います。冷たいですね、やっぱり。でも20度ぐらいは全然ありそうな温度ですね。北海道も昔と比べると取れるもんが変わってきてるらしいので、こういう海水温の上昇っていうのは本当に危惧されますよね。よーし、今度は今も使われてないって言われてる礼文空港をね、ちょっと見に行ってみたいと思います。GO! 礼文島の花、礼文あつ森荘の群生地に来たんですけど、6月ぐらいのほんと1ヶ月とか短い期間しかやってないみたいですね。残念。こちらが今使用されてない礼文空港ですね。小狭いですね。小狭い。こちらが正面玄関ですね。礼文空港は与那国島の空港よりもね、小さいんですけど、空港の規模としては本当にすごいこじんまりとしてるんで、強風があるとやっぱりなかなか使えないんじゃないかな、ここは。こうやって見るとやっぱり滑走路がすごい短い気がしますね。利尻島もそうですけど、旅客機がすごいもう急ブレーキかけますっていうアナウンスあって止まりましたからね。礼文空港の周辺ですけど、海がスカーンと見えます。こっちのね、奥の方行くと、晴れてると多分ロシアのサハリンとかが見える方向ですね。なんかね、道が臭いなと思ったら、横に昆布全部干してあった。道の横で全部昆布干してる。こんな国道沿いで干してるんですね。鳥さんたちがいっぱいなんか休憩してますね。どっか渡ってくんでしょうか。さすがに腹減ったんで、セコマでちょっと朝飯食ってきます。なんとおにぎりが手作りですげえあったかいの。俺は塩サバと筋子。じゃあ食ってみます。ご飯ふっくらしててめっちゃうまいです。これ筋子もこんな感じでちょっと塩気が強くてうまいね。うまっ。このサバもね、身がぎっしりでうまいですよ。うまかった。島唯一の多分レンタルバイク屋さんだと思いますけど、そこにバイク返却してきました。カフカのフェリーターミナル来ました。島の別れはこんな感じなんでしょうか。ド派手ですね。島の別れ方ってこんなんですね。フェリーやっと来ましたね。
10時25分の押し止まり行きに乗ってきます。さあカフカ港を出港しました。まあだいたい1日ぐらいしかいなかったですけど、いい島でしたね。またいつか来たいですね。礼文島は本当にいい島でした。礼文島の感想なんですけど、だいたい1日ぐらいねあれば、一生懸命回ればあれなんですけど、2日3日ぐらいね、天候のこと考えたら予備があってもいいんじゃないかなと思います。もう本当離島なんで、天候の変わり方次第でも全然景色違いますので、そこは余裕を持って行った方がいいかなっていうのがおすすめです。それではね、今回の動画もこれで終わりますけど、少しでもいいなと思った方はね、グッドボタン、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の旅でお会いしましょう。次回ベトナムホーチミン編をお楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。